皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢、ロシアにおける負の連鎖の発生について取り上げていこうと思います。皆さんにはこれまで連続的にウクライナ軍が遠距離攻撃を行い、ロシアにおける戦略資源、石油の精製所や石油の貯蔵庫、そして天然ガスの処理施設などに対する攻撃などについてお伝えしてきました。これらの攻撃によって、ロシア国内においても年初来でガソリン価格が 50% 高騰するなど、一般市民の生活にも影響を与え始めています。値段が高くなったのであれば、お金さえ払えば手に入るという人たちもいるでしょう。しかし、地方においては、そもそもガソリンスタンドで買うことすらできない、もう販売するものがなくなったといった地域も発生しています。特にロシア南部においては、石油精製施設などに対する攻撃が連続的に行われることによって稼働している期間が短く、そのためにより遠い場所からの燃料の廃棄を受けなければなりません。しかし、もともとは遠方にあったそれら石油精製所は、その近辺などにおいて燃料を供給しているわけで、自分たちの範囲外のところまで十分に供給する能力を計算していません。こうした燃料価格の高騰や手に入らなくなってきたといった問題は、直接的に生活に影響しますし、また物流コストの上昇といったものも経済的には大きな問題となります。ロシア国内ではこうした一つの問題が別の問題を悪化させるといった現象も起きています。それがロシア国内における全体的なコスト上昇によるインフレの悪化です。ロシアの経済指標は特に軍需産業に対する莫大なお金を投下させることによって大量生産、大量消費といったことにより、あたかも GDP は拡大しているかのような全体像を見せています。実際軍需産業に携わる人々が莫大なお金が投下されたことにより、製造はフル回転でその配送やその整備、様々なところにお金が行き渡っています。しかし同時に行われているのが今は侵略戦争であり、前線においては兵士の使い捨てといったものが日常的に行われています。それによってロシア国内で悪化しているのが労働者不足です。ロシア国内においては都市と地方において大きな給料格差が発生しています。それは今回の戦争によってではなく、それ以前からの経済構造としてずっとそうでした。都市部にいる人たちは高い給料をもらい、一方において地方部においては、そもそも中央政府からも地方政府からも見捨てられたような人々がたくさんいました。これらの人々は非常に貧しい生活をしており、だからこそロシア政府が高い給料を出して軍隊に入るようにと呼びかけた時に、これに応じる人たちが地方にはたくさんいました。しかし戦争が長引くことによって亡くなる人もいれば負傷する人もいれば、そして PTSD のような社会に戻ってきたとしても労働者にはちょっと復帰できないような人たちもたくさんいます。それによって限られた労働者を奪い合う構図となり、給料面などについても高止まりしています。働いている人たちにしてみれば給料が上がるんだから良いと考えるかもしれませんが、結局のところその高い給料が製品やサービスへと価格転嫁されることによって全体の物価上昇へともつながるわけです。石油が取れる国なのに精製施設に対する攻撃が繰り返されることによって被害が拡大。つい先日報じられていたところでは、ロシアが失った石油の生成能力は 13% 程度だとされていましたが、被害が拡大することに伴って失われた石油生成能力は 17% まで悪化していると報じられています。この失われた生成能力についてはそう簡単に復帰できないでしょう。ウクライナ軍が使用してきた小型飛行機型のドローンによる攻撃であっても、その復旧には1日2日では済みません。必要な部品などを取り寄せなければなりませんし、操業を再開させるまでには修理だけではなく試験運転なども経なければなりませんから、何ヶ月単位での出来事となります。そしてその何ヶ月単位での時間の経過に伴ってウクライナ軍の遠距離攻撃能力もさらに向上すると見られています。これも以前解説した通り、新型巡航ミサイルフラミンゴは従来遠距離攻撃に用いられてきた小型飛行機型よりも火薬の量が10倍近くになる可能性があります。その破壊力は圧倒的なものであり、命中されればこれまでの被害とはまさに比べ物のないような深刻な打撃を与えることとなります。そして同時に戦いが長期化することに伴って兵士をお金で集めるといったことについても少しずつ問題が発生しています。お金に困った人たちが
高い給料につられて軍隊に志願するというのは、まあそのこと自体はわかるのですが、同時にそれもずっと続ければ当然のように、いやいやお金よりも命の方が大事でしょというような人たちが残ることとなります。まあこれはものすごい当たり前のことなのですが、その先に待っているのは、自分たちが軍隊に入りたくなくても国の方から強制的に動員されるのではないかと不安に思って海外に出る人たちです。まあもともと経済的に海外に脱出することが考えられるぐらいの人たちにしてみれば、中央政府がいくら高い給料を掲げて兵士を集めたとしても、生き延びた方がよっぽど自分のためになると考える人は当然多くいます。置かれた経済環境の違いによって行動は変わるわけで、戦争の長期化といったものはお金でなびく人たちといったものを全部軍隊へと入れても、さらに戦争が続いているという現実を生み出しているわけです。さらにこうした労働者不足を戦争の長期化によって生み出している問題というのは、物価高を生み出してしまうという話をしました。それによってさらに問題が次へと発展しています。それが中国企業や中国製品の流入をなかなかロシア国内と止められなくなっているという問題です。例えばロシアにはソ連時代から自分たちで一応車を作る能力はありました。超オンボロ車というのが定評ですが、ロシア国産の車も一応あるにはあるわけです。それは乗用車であったりトラックであったりします。しかし今、資材価格の高騰や労働者不足に伴う労働賃金の上昇、さらには金利がやたらと高いことによって、借入金をするのもちょっと難しいという金融周りの問題なども積み重なることによって、ロシア国内における製造の苦しさといったものが増しています。そして民間企業が経済活動一般において少しずつ厳しくなってきた中において、そもそも新しい商用車の購入を大幅にためらうようになり、ロシア国産メーカーの販売台数が半分以下に減っているといった実情なども報告されています。そこに中国製の安い完成品の乗用車やトラックが入り込むことによって、ますますロシア国産メーカーが窮地に立っているという報道もなされています。こうした中国製製品の大量流入に関しても、中国国内で供給過多に陥っているといったことも問題視されています。中国国内においては大量生産、大量消費、そして中国国内で余ったのであれば世界へとどんどんと売り込んでシェアを取っていこうという考え方が非常に多くの業種において見られます。いわゆる中国によるデフレの輸出と呼ばれるようなもので、中国国内の在庫をはけさせるために大量に輸出することによって他の国における企業を淘汰してしまうといったことが発生します。赤字が積み重なって、それによって海外企業が倒産すれば、そこの部分において中国がさらにシェアを拡大することができるわけです。それによって少々赤字でもいいから安値でどんどんと売り込んでいこうといったことが発生しているわけです。それが今ロシアに対しても同様にして大量の製品流入といった形でロシア国内の地場産業を痛めつけるといったことが発生しています。ただロシア企業が苦境に立つと、それをもってして労働者が解雇されたり、給料が減額されたりといったことなどから、またそれらの企業から出てきた人たちが軍隊に収容されるといったような現象なども発生しかねないことにより、見かけ上はなかなか問題が分かりづらいといった構造もあります。ただ、このようないびつな経済といったものは、私は持続性はないと見ています。今後も戦争の長期化に伴って兵士の死傷者数は増え続けます。それに伴ってロシア国内における労働市場といったものは改善することはないでしょう。同時にウクライナ軍もまた遠距離攻撃の能力を高めていくということはすでに確定しているわけですから、戦略資源である石油や天然ガスだけではなく、軍需産業などに対する攻撃もこれからはより広く様々な地域に対する攻撃として結果が出てくることでしょう。ちょっと私が一人で喋るという場面がずっと続いてしまったので、最後の最後で戦況についての報告もしておきます。戦争研究所の発表している地図を元にして今の状況を見ておきましょう。全体の状況として言えば、北部戦線においてはウクライナ軍が今日も状況をよくコントロールしています。ロシア軍は前に進むことができていません。一方で東部戦線においては一進一退の攻防となっています。ロシア軍が進んでいる場面としては、東部戦線のクピャンスク地域が該当します。マウスカーソルで示したところがクピャンスクの町。ロシア軍に一度占領されたものの反撃戦によってウクライナ軍が奪還した都市です。しかし、再びロシア軍が徐々にクピャンスクの町を襲おうとしています。現在のところ、
町の北から西にかけて少しずつロシア軍の部隊が進出し足場を固めつつあります。できればこの地域に流れている川をうまく防衛線として機能させたかったのですが、ロシア軍が数で押し切って川を越えてきました。一方でウクライナ軍が反撃を進めているのが同じく東部戦線のポクロウシク戦役。この地域においては予備戦力の投入なども行われたことからロシア軍を一部押し戻し、そして一度奪われた陣地などについてもこれを取り戻す動きなども出ています。これまでお伝えしてきた一つ一つの出来事、遠距離攻撃による被害といったものが施設に大打撃を与えている。そのことそれ自体は運営している会社に対しても大きな打撃を与えます。しかしそれだけではなく、回り回って燃料価格の高騰のような物流コストの底上げにもなります。戦争の長期化に伴って多くの兵士が死傷してしまうといった問題も、ロシア国内における労働者不足と労働単価の上昇、経済に対する足かせとなっています。そして企業活動全般が少しずつ苦しくなってくると、今度は中国企業との競争において非常に不利な状態となります。中国から安い製品がどんどんと流入してくることによって、ロシアの国内産業が大きな打撃を受ければ、それがまたロシアの未来をさらに暗くするものとなるでしょう。大都会の大企業に勤めるような人たちにしてみれば、自分たちの給料は高いままだし、生活は全く困ることがない。だからこの戦争がいくら続けても問題ないんだと主張することでしょう。しかし、そのような一部の人たちの意見だけでは、この戦争の行方といったものを予測するには不十分なものの見方でしょう。そしてこうしたロシア国内における負の連鎖をさらに加速させるためには、ウクライナは地上戦においてはいかにしてがっちりと守りを固め、そして遠距離攻撃の質と量をいかにして増大させるかが、これからはさらに重要性が増すことでしょう。ロシアのプーチン大統領は人海戦術をもってしてさらに侵略を進めようとしているわけなので、これが最終的には頓挫するぐらいの打撃をいかにして与えるかがウクライナにとってのこれからの課題というわけです。これはウクライナ単体で成し遂げられるのはちょっと難しいことなので、いかにしてそのようなウクライナの戦いを各国が支えるかも重要です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は、ぜひとも他の方にもこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。